ゆっくり解説。一発勝負。無名の役者が掴んだハリウッド伝説の役ベスト10。俳優の運命を変えた一作。皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、昭和の懐かしい映画やドラマを解説しています。ねえマリサ、今日のテーマは何かしら？なんだかワクワクしてるみたいだけど。おう、レイム。今日は映画ファンなら胸が熱くなる、夢の企画。無名の役者が掴んだハリウッド伝説の役ベスト10だぜ。たった一本の映画が、ある人間の人生を根こそぎ変えてしまう。そんな奇跡の物語なのぜ。わあ、面白そう。今では誰もが知る大スターにも、昔は売れない不遇の時代があったってことよね。その通りだぜ。俳優業だけじゃ食べていけなくて、大工やトラック運転手で食いつないでいたなんて話もあるんだ。才能と努力、そして奇跡的な運で伝説の役をつかみ取る。そんなスター誕生の劇的な瞬間を振り返っていくぜ。どんなシンデレラストーリーが飛び出すのかしら。楽しみだわ。第10位。シオン・コネリー。007。ドクターの。さて、記念すべき第10位は、あの伝説のスパイの登場ね。ああ、すべての始まりだぜ。第10位は、ショーン・コネリーを一夜にしてスターダムに押し上げた。伝説の役、007ドクターノーのジェームズ・ボンドだ。ショーン・コネリーって、ジェームズ・ボンドを演じる前から有名だったんじゃないの？それが全然違うんだな。彼がボンドになる前は、牛乳配達やトラックの運転手、さらには美術モデルやライフガードなんて仕事もしていた苦労人だったんだぜ。俳優としては、低予算の映画やテレビの配役が中心で、イギリスでは多少知られていたものの、ハリウッドでは全くの無名に近い存在だったんだ。あの洗練されたイメージからは想像もつかないわ。そんな無名の俳優を、よくぞ大役に抜擢したわね。いや、実は原作者のイアン・フレミングは、労働者階級出身のコネリーを見て、洗練さが足りないって言って、大反対だったんだ。でも、プロデューサーの奥さんが、彼の動物的な魅力を絶賛して、猛プッシュしたんだぜ。そして決め手になったのが、オーディションの帰りに見せた、彼の猫のようにしなやかで自信に満ちた歩き方だった。これを見たプロデューサーが、彼こそがボンドだと確信したそうなんだ。歩き方が決め手だったなんて、まるで映画のワンシーンみたいね。でも、元々の立ち居振る舞いはどうしたの？そこからがすごいんだ。監督のテレンス・ヤングが、コネリーを高級レストランやカジノに連れ回して、スーツの着こなしから紳士の作法まで、すべてを徹底的に叩き込んだんだ。まさに、原石が磨かれてダイヤモンドになった瞬間だったのぜ。第9位。ウピー・ゴールドバーグ。カラーパープル。続いて第9位ね。どんなシンデレラストーリーが聞けるのかしら。第9位は、その後のハリウッドに欠かせない存在となった大女優の、衝撃的なデビュー作だぜ。ウーピー・ゴールドバーグの運命を変えた一本、カラーパープルだ。ウーピー・ゴールドバーグ。天使にラブソングをが大好きだったわ。でも、このカラーパープルがデビュー作だったなんて知らなかったわ。ああ、この映画に出るまで、彼女は映画界では全くの無名だったんだ。当時はサンフランシスコの小さな劇場で、たった一人で何役も演じ分ける一人芝居、モノドラマをやっていて、それが評価の間では絶賛されていたんだぜ。舞台で実力を磨いていたのね。そこからどうやって、スピルバーグ監督の映画の主役にまでたどり着いたの？これが本当にすごいんだ。彼女は原作の小説に惚れ込んで、作者のアリス・ウォーカーに、たとえどんな小さな役でもいいから映画に出させてほしいって、手紙を書いたんだ。その情熱が届いて、彼女の舞台の噂を聞きつけたスピルバーグ監督が、公演を見に来たんだぜ。すごい。自分でチャンスを引き寄せたのね。その通りだぜ。ウーピーはオーディションで、自分の舞台の一場面を演じてみせた。その圧倒的なパフォーマンスに、スピルバーグをはじめ、そこにいた全員が度肝を抜かれて、満場一致で主役の座を掴んだんだ。そして、この映画初出演でいきなりアカデミー主演女優賞にノミネートされるという、とんでもない快挙を成し遂げたんだぜ。第8位。アーノルド・シュワルツェネッガー。ターミネーター。第8位は、この人を語らずにはいられないわね。
満を持して登場ね。ああ、もはや説明不要のレジェンドだぜ。第8位は、アーノルド・シュワルツェネッガーを B 級アクション映画俳優から、ハリウッドの頂点へと押し上げた作品、ターミネーターだ。シュワちゃん、ターミネーターの前は、B 級スターだったの？ボディビルダーとしては世界王者だったが、俳優としてのキャリアはまだ浅かったんだ。コナン・ザ・グレートのような作品で筋肉を披露してはいたものの、演技力には疑問符がつけられていた。だから、シュワちゃんは最初、もっとセリフを喋れる主役級の役、つまりヒーローのカイル・リース役を強く希望していたんだぜ。あのターミネーター役じゃなくて、ヒーロー役を望んでたの？そうなんだ。ちなみに、ターミネーター役の当初の構想は、なんとあの有名なフットボール選手、O.J. シンプソンだったそうだ。そんな中、監督のジェームズ・キャメロンがシュワちゃんと会食した時、とんでもないことが起きたんだ。とんでもないこと？ああ、ヒーロー役の打ち合わせのはずが、シュワちゃんは悪役であるターミネーターの設定について、なんと1時間も良いアイディアを力説し始めたんだ。その熱意と圧倒的な存在感に、キャメロン監督は、彼こそがターミネーターだと確信して、役を変更したんだぜ。すごい。自分の役じゃなくても、そこまで熱く語れるなんて、もう運命だったのね。まさにそうだな。しかも、当時まだ英語が増えてだった彼の独特の話し方が、かえって非人間的なロボットという役に完璧にはまったんだ。弱点だと思われていたものが、最大の武器になった。こうして、映画史に残る当たり役が誕生したんだぜ。第7位、クリストファー・リーブ、スーパーマン。続いて第7位。いよいよランキングも佳境に入ってきたわね。第7位は、ヒーロー映画の歴史を変えた、伝説のキャスティングだぜ。クリストファー・リーブ主演のスーパーマンだ。クリストファー・リーブ、彼ほどスーパーマンが似合う俳優はいないわよね。誠実で、力強くて、まさに本物みたいだったわ。ああ、だが彼がこの役を掴んだのは、まさに奇跡だったんだ。当時の彼は、ブロードウェイの舞台やテレビドラマには出ていたものの、映画の世界では全くの無名だったんだぜ。主役なのに無名だったの？周りの役者さんたちは、どうだったの？それがすごいんだ。スーパーマンの父親役がマーロン・ブランドで、宿敵レックス・ルーサー役がジーン・ハックマンだ。当時のハリウッドを代表する超大物スターに挟まれて、主役が無名の新人だったんだぜ。うわぁ、それはものすごいプレッシャーだったでしょうね。新人なのに、そんな大役をどうして射止めることができたの？まさに彼の持つ、圧倒的なまでの素質だよ。身長193センチメートルという、恵まれた体格と、誰もが理想と認めるであろう、あの誠実そうな顔立ちが、スーパーマン役にぴったりだと監督が判断したんだ。だが、彼はもともと細身だったため、役作りのために必死のトレーニングで肉体改造を行い、筋肉を大幅に増強したんだぜ。当時の新人としての彼のギャラは25万ドルだったが、わずか十数分しか出演しないマーロン・ブランドのギャラは、その10倍以上の300万ドルだったそうだ。この数字が、どれだけの大抜擢だったかを物語っているよな。第6位、アルパチーノ、ゴッドファーザー。いよいよ第6位ね。次はどんな伝説が飛び出すのかしら。第6位は、映画史に燦然と輝く、あの傑作マフィア映画だ。アルパチーノを一躍スターダムに押し上げた、運命の一本、ゴッドファーザーだぜ。ゴッドファーザー、知ってるわ。コルレオーネ家の物語よね。でも、アルパチーノって、この映画がデビューだったの？いや、彼はもともとブロードウェイの舞台でトニー賞を得るほどの実力派だったんだ。だが、映画界では全くの無名だったんだぜ。そんな彼を、監督のフランシス・フォード・コッポラが、マイケル役は、彼しかいないと熱望したんだ。コッポラは、彼の中にマイケルの持つ、静かな情熱と狂気を見出していたんだな。監督が才能を見抜いていたのね。じゃあ、キャスティングはすんなり決まったのかしら？とんでもない。スタジオのプロデューサーは、背が低すぎる、キャラが安すぎて格が落ちる、という理由で彼に大反対だった。ロバート・レッドフォードやウォーレン・ベイティのような、もっと華やかな有名スターを使いたがったんだぜ。
無名のパチーノを押す監督と、大スターを押すスタジオで、それはもう、凄まじい大論争になったそうだ。うわぁ、監督、板挟みで大変だったでしょうね。ああ、だが監督は絶対に諦めなかった。自分の信念を貫くために、ついには、パチーノを起用しないなら、俺はこの映画の監督を辞める、とまで宣言したんだ。その覚悟にスタジオも売れて、ついにパチーノの起用が決定した。そして結果は、見ての通りだ。彼はアカデミー助演男優賞にノミネートされ、映画史に残る名優への道を歩み始めたんだぜ。第5位、シガニー・ウィーバー、エイリアン。ランキングもいよいよ折り返し、第5位の発表をお願いするわ。おう、任せとけ。第5位は、その後のアクション映画の歴史を塗り替えた。伝説のヒロインの誕生だぜ。シガニー・ウィーバー主演の SF ホラーの金字塔。エイリアンだ。エイリアン、ただ怖いだけじゃなくて、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが本当にかっこよかったわよね。ああ、だが彼女がリプリー役に選ばれたのは、とんでもない大抜擢だったんだ。当時の彼女は、名門イェール大学の大学院で演技を学んだエリートだったが、まだ舞台やテレビの配役が中心で、映画界では全くの無名だったんだぜ。そうだったの。あの役に無名の女優さんを起用するなんて、監督もすごい決断をしたのね。まさに慧眼だよな。しかも、この映画のキャスティングには面白い裏話があるんだ。実は当初、リプリー役には別の女優、ベロニカ・カートライトが予定されていたんだ。だが監督が、オーディションで見た無名のウィーバーの才能に惚れ込んで、主役を交代させたんだぜ。じゃあ、もともとリプリー役だった人はどうなったの？そのカートライトは、結局、別の乗組員、ランバート役で、この映画に出演しているんだ。主役の座を奪われた相手と共演するなんて、きっと複雑だったろうな。ともあれ、この大抜擢に応えたウィーバーは、英国アカデミー賞の新人賞にノミネートされるなど絶賛され、ハリウッドを代表する女優への道を駆け上がっていったんだぜ。第4位、オードリー・ヘプバーン、ローマの休日。いよいよ第4位。この方は絶対に外せないわよね。ああ、映画史に輝く永遠の妖精だぜ。第4位は、オードリー・ヘプバーンの名を世界に知らしめた不朽の名作、ローマの休日だ。ローマの休日、大好きだわ。あの可憐なアン王女が、オードリーのデビュー作だったなんて、信じられないくらい完璧な役だったわよね。完璧だよな。だが、彼女がこの役を掴んだのは、まさにシンデレラストーリーだったんだ。当時の彼女は、イギリスの舞台や映画の配役が中心で、全く無名に近い新人だったんだぜ。そうなの？じゃあ、監督は最初から新人を探していたの？いや、最初はエリザベス・テイラーのような大スターを考えていたんだが、スケジュールが合わなかったんだ。そこで監督はヨーロッパ中で新人探しを始めた。そしてロンドンで行われたオードリーのカメラテストで、とんでもないことが起きたんだ。何かしら、気になるわ。監督はテストが終わった後も、こっそり撮影を続けさせたんだ。フィルムに収められた彼女の自然な魅力に監督は一目惚れだったそうだ。そんな彼女の新人とは思えない逸話があってな。当時すでに大女優だったキャサリン・ヘプバーンと名前が紛らわしいから、改名しろと言われた時、私をお望みなら、名前も採用してくださいときっぱり言い切ったんだ。すごい度胸。共演した大スターのグレゴリー・ペックの反応はどうだったの？ペックも彼女の才能を認め、新人であるにもかかわらず自分と同等のクレジットを与えることを、スタジオに要求したんだ。彼の後押しもあって、彼女の名前は映画のタイトルに大きく載ることになった。そして世界中が大絶賛し、この一本でいきなり、アカデミー主演女優賞まで受賞したんだから、まさに伝説だよな。第3位、ハリソン・フォード、スター・ウォーズ。第3位。この話は、ハリウッドの奇跡って感じがするわね。まさに伝説だぜ。第3位は、大工仕事で生計を立てていた男が、銀河一のならず者になった物語。ハリソン・フォードをスターにした運命の役。スター・ウォーズのハンソロだ。大工さんだったの？俳優としてじゃなくて？ああ、驚きだよな。俳優としての収入だけじゃ家族を養えなくて、
大工に転職して撮影所の裏方なんかをやってたんだ。そんな彼に、とんでもないチャンスが転がり込んできたんだぜ。一体どうやって、そんな状況から大役をつかむことができたの？監督のジョージ・ルーカスは、ハンソロ役の選考にすごく悩んでたんだ。当時売り出し中のカート・ラッセルや、実力派のクリストファー・ウォーケンなんかの名前も挙がってたらしい。そこでルーカスは、オーディションで他の俳優のセリフ読みの相手役をさせるためだけに、大工仕事中のフォードを雇ったんだ。オーディションを受けに行ったんじゃなくて、お手伝いとして呼ばれたってこと？その通りだぜ。だが、彼が相手役としてハンソロのセリフを読んだ時、ルーカスの目が釘付けになった。その演技があまりに素晴らしくて、本物のハンソロは、ここにいた、と確信したんだ。そして、オーディションの相手役だった彼を、そのままハンソロに大抜擢した。こうして彼は一躍スターダムにのし上がったんだぜ。第2、メル・ギブソン、マッドマックス、1979年。さあ、第2位だぜ。メル・ギブソン、マッドマックスのマックス役だ。きたー。あの荒々しい世界観と、渋くてかっこいいマックス。彼の代表作よね。まさにそうだぜ。だが、この役を射止めた時のメル・ギブソンは、まさか自分が世界のスターになるなんて夢にも思ってなかったはずだ。そうなの？だって、あのメル・ギブソンよ。ああ、彼は当時、オーストラリアの国立演劇学院に在籍する、全くの無名学生だったんだ。まさに駆け出し中の駆け出しってやつさ。じゃあ、どうしてそんな彼が大役をつかむことになったの？オーディションで才能を見抜かれたとか？才能ももちろんあっただろうが、まさに運命としか言いようのない、そのオーディション前夜の出来事がすごかったんだ。ギブソンはバーでの喧嘩に巻き込まれて、顔はボコボコ、全身あざだらけというひどい状態でオーディションに現れたんだぜ。喧嘩して、その顔でオーディションに行ったの？信じられないわ。当時の彼は友人の付き添いで会場に行っただけで、自分が出るとは思っていなかったらしい。だが、その傷だらけで荒々しい彼の姿を見たジョージ・ミラー監督が、まさにこれだ、と直感したんだ。あの終末世界に生きるマックスにぴったりだってことね。その通りだ。監督は、ボロボロのギブソンを見て君みたいなフリークを探しているんだと言って、彼を主役のマックス役に抜擢したんだ。まさか、喧嘩の傷が役をつかむきっかけになるなんて、人生ってわからないものね。この映画は世界中で大ヒットを記録し、メル・ギブソンは一躍国際的なスターの座を掴んだんだ。まさに、彼のキャリアを決定づけた一本と言えるだろうな。第1、シルベスター・スタローン、ロッキー、1976年。さあ、いよいよ栄えある第1位だぜ。シルベスター・スタローン、ロッキーのロッキー・バルボア役だ。きたー。ロッキー、あのテーマ曲が頭の中で鳴り響くわ。不屈の精神で夢をつかむロッキーの姿は、本当に多くの人に勇気を与えたわよね。まさにそうだぜ。だが、この映画が生まれるまでのスタローンの人生は、ロッキー以上に過酷だったんだ。彼は当時、オーディションに50回以上も落ちて、ポルノ映画に出たり用心棒なんかで日銭を稼ぐような極貧生活を送っていたんだ。そんなに苦労してたなんて、想像できないわ。そんなある日、彼はテレビで、モハメド・アリ対チャック・ウェプナーの世界ヘビー級タイトルマッチを観戦したんだ。誰もがアリの圧勝だと思っていた中で、無名ボクサーのウェプナーが予想外の前線を見せ、なんとアリをダウンさせた。この出来事にインスパイアされて、彼はわずか3日間で、ロッキーの脚本を書き上げたんだ。たった3日で、あの名作の脚本が、天才ね。だが、ここからがまた波乱万丈だ。一般的には、スタローンが高額な脚本料を蹴って、主演の座を勝ち取ったって話になってるだろ？そう聞いているわ。貧乏でも役を譲らなかった。実は、それは映画を宣伝するための作り話だったらしいんだ。実際には、もともとロッキーは低予算映画として企画されていて、その中で、無名でギャラも安いスタローンが主演を務めることが決まったんだぜ。そうなの。長年信じてた話が。でも、結果的にはそれが大成功だったのよね。その通りだ。低予算ながら、
テディカムを本格導入したり、フライドチキンのチラシでエキストラを集めたり、メイク代節約のために不詳の特殊メイクを逆順に剥がしていく。撮影方法をとったりと、工夫の連続だったんだ。まさに、ロッキーが逆境を跳ね返すように、映画も工夫で困難を乗り越えていったのね。そして、公開直前にはロッキーがエイドリアンと叫んで抱き合う、あの感動的なシーンが追加撮影され、これが観客の心を掴んだ。結果、全米で1億ドルを超える大ヒットを記録。第49回アカデミー賞では作品賞を受賞するなど、国内外の映画賞を総なめにしたんだぜ。まさに、映画史に残る名作だわ。この作品の大成功によって、無名だったスタローンは、まさにロッキー・バルボアのように、一躍ハリウッドのトップスターへと上り詰めたんだ。彼の人生とロッキーの物語が二重写しになった。まさに運命の役だったと言えるだろうな。総評、まとめ。さて、マリサ。今回、映画史に残る名演技ランキングとして、数々の俳優と役柄を見てきたけれど、いかがだったかしら？ああ、どの役も本当に素晴らしかったが、改めて演技の力、そして役柄と俳優の人生が重なる瞬間の尊さを感じたぜ。特に第1位のシルベスター・スタローンとロッキー・バルボアは、まさにその象徴だったな。無名の役者が、自身の境遇と重なる役を演じ、それが世界中の人々の心を揺さぶる。映画って本当に奥深いし、夢があるわね。ああ、単なる物語じゃなく、俳優がその役柄に魂を吹き込み、観客の心に深く刻み込む。それが名演技と呼ばれるゆえんなんだろうな。今回紹介した俳優たちは、まさしくそれを成し遂げた伝説的な存在だぜ。どの作品も、俳優たちの情熱と才能が詰まった、まさに不朽の名作ばかりだったわね。というわけで、今回の解説はここまでだぜ。この動画が面白い、また見たいと思ってくれた人は、ぜひ、高評価とチャンネル登録をポチッと押してくれると、私たちの励みになるから、よろしく頼むぜ。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょうね。